息子に友達ができないんですけど、どうすればいいですか？お前のせいだよ。はい。はい。博多のどうしよななちゃん、う。何？私の部屋のドアとトイレのドアがめちゃくちゃ近くてで、父親がよく酔っ払った時に部屋に入ってきちゃうんですよ、トイレのやドア。だ、間違えてね。嫌ですよね。で、それが結構何回かあったんですよ。で、この間ほんと1ヶ月前ぐらい。おはようございます。寒すぎて口が回りません。早口で喋れないです。ちょっとね、今日はティッシュ配りのね、バイトに初めて行ってきます。ティッシュを配る、バイトはですね、初めてです。朝お母さんにティッシュ配りのバイト行くって話したら、朝みんな忙しいから誰も受け取ってくれないよって言われて、世間の冷たさを味わうといいみたいな感じで言われました。それで北海道を持っていくといいよって言ったので北海道を持ってきたんですけど、北海道、ね、久しぶりに使いました。北海道といえば中学生の時にね、男子が授業中に北海道を開けてなんかこれ開けるとすごい匂いするんですよね。なんて言ったらいいんだろう。なんか例えができないぐらい本当に臭くて、なんか授業が1回中断になったことがあって、それをね思い出しました。あとは、高校受験の時ですね、塾に通ってたんですけど、ちょうど受験日ですね。受験する学校の校門の前で塾の先生が応援に来てくれていて、全然なんだろう、夏期講習とかなんかそういうのでしか教わったことがない、全然親しくない先生で、見た目がめちゃめちゃジョイマンに似てる先生だったんですね。その人から頑張って行ってこいよって言って、その先生が握りしめてた使ってたカイロをね、これよかったら使いなさいみたいな感じでもらった覚えがあって、先生が使ってたなんかすごいなんかなんだろう、使い古したようななんかなんかね、カイロをもらって、なんかうわーみたいな、なんかうわーって思って、なんか握ってなんかたのをねちょっと思い出しました。今日は朝のバイトなんでちょっとね早めに来すぎまして、なんか想定より早かったんですね。なんかちょっと早めに行こうかなと思ったら結構早く来ちゃって、まだ6時前なんですね。しかも日が昇ってないっていう、日が昇ってないから真っ暗なんですね。なんか夜中みたいな感じになっちゃって、ちょっとすいません、家を出るアラームが鳴りました。さすがに6時前だからな、前ね朝の通勤ラッシュじゃないんじゃないかなと思って。そうで、今日は今日の現場は駅周辺のビラ配りをやってきます。結構服装自由でネイル OK みたいなの書いてあって、あとは黒色の服装でっていうので、黒いダウンを着てきました。チラシ配りをやったことないんですけど、学生時代、大学生になるちょっと前ぐらいにやってた2日間だけのバイトがあって、試食販売のバイトなんですけど、それはね楽なのか大変なのかよく分かんなくて、初めてのバイトがその試食販売のバイトで、あるパンの会社のね試食販売でパンを切ってお皿に盛り付けて食べてもらうみたいな試食販売で、やり方がねいまいちこう分からなくてですね、みんないっぱい試食したいだろうなっていうので、お皿にねもう山盛りにしてね出したんですよ。もうこんもりといっぱい切って、そしたらその会社の人が見に来て、やったことないのみたいな感じで怒られちゃいまして、お皿にこうちょっと盛るぐらいでいいみたいな、ちょっと綺麗にこう 3,4 切れ乗っけるぐらいでいいみたいで、私はね盛りすぎましてですね、ちょっと怒られたことがあって、
話をねこう聞いてる時になんか愛想よくしたいなと思ったんで、こんな感じで聞いてたんですよ。はい。そしたら俺なんか面白いこと言ってるって言われたことがあって、それがね結構怖かったですね。2日間にわたってあったんですけど、2日目の最終日はね、なんかおじさん、ちょっと変わったおじさんが何回か私の試食を食べに来てですね、何時に終わるのって毎回言ってくるんですね。多分ちょっと変わってる感じの人で、毎回何時に終わるのって食べに来るんですよ。で、私が持ってるお皿のパンを全部食べるんですね。何時に終わるのって言って全部食べて、またどっか行って、でまた来て全部食べて何時に終わるのって言って結構ホラーでしたね。かなり怖くてですね、当時ね10代だったんで、もう怖すぎて何なんだこのおじさんはって思って、もう終わる1時間前はもうトイレにね引きこもってました。その時ねクリスマスのシーズンだったんで、なんか2日で3万ぐらいもらったんですよ。すごいね、すごいもらった覚えがあります。3万ぐらい、3万もいってないぐらい、わかんないけどすごいね儲かった記憶があります。ってな感じで、行ってきたいと思います。到着したら電話くださいみたいな書いてある電話番号に電話したんですけど、留守番電話サービスにつながりまして、電話に出てもらえないんですね。この前もスポーツ用品店のバイトした時もその電話番号つながらなかったし、どうなってんだっていう感じで、今回はその店舗とかがないので、その広場に集合みたいな書いてあって、絶対見つけられんやんと思って、ちょっとねどうしようかなって思って、もう一回電話してみたいと思います。皆さんお疲れ様でした。さっき終わってね、もうこれから帰るんですけど、最初ねちょっと電話がつながらなくて、どうしようかって思ってたんですけど、2回ぐらいですね電話したらですね通じまして、どこにいますかっていうので、社員さんなのかな、ちょっと来ていただいて、集合場所に、無事にね到着しまして、全部で4人と、社員の人2人でやるみたいな感じで、1人はもうほとんどいなくて、社員の人1人でみんなでティッシュ配りではなくてビラ配りでした。チラシをね、そこの会社のチラシを配るっていう作業を、やりましてですね、チラシ配り初めてだと思ってたんですけど、チラシ配りよくよく思い返すと、私新卒で入った料理教室で1回チラシ配ったことあるわと思って、外でその料理教室の体験レッスンの予約をね取ってくださいっていうなんか配ったことあったなって思って、あの時が初めてだったのかな。結構チラシとかもらってくれる人ってほぼほぼいないじゃないですか。50人に配ったら1人もらってくれるぐらいって言われてですね、その社員の方にひたすら頭を下げてお願いしますっていう感じで配りました。本当にね、心が折れますね。たまに、もらってくれる人、本当いい人だなって思いました。身に染みました。それで、もらってくれないんだけど、笑顔であーってやってくれる人とか、あとはお辞儀をしてくれる人とか、こうやってくれる人いるんですけど、本当にもうフルシカトされると、結構へこみますね。もうかなり、メンタルブレイクしました。やられました。っていう感じですかね。なので、自分も街中でチラシとかティッシュとか配ってる人いたら、もらってあげようって思いました。もらわなかったとしても、大丈夫です。みたいな感じで、ちょっとやってあげようとか思いました。わかんないんですね。自分がやってる立場になんないとわかんないなっていうふうに思って、今回こういったね、バイトをして、そういったちょっとした気遣いとか大事なんだなっていうふうに思いました。
結構ね、外国人の人とか、外国人じゃない人とか、道をね、何人だろう、4人か5人かな、結構な頻度でね、聞かれまして、こう、ちょっと私も答えられないことも結構あったんで、ちょっと申し訳なかったんですけど、これからもね、頑張っていこうっていう風に思いました。やってる時は、本当見られてないんで、普通に立ってるだけで適当にやればいい。同じお金もらえると思うんですけど、やっぱりね、やっぱやるからには本気で一生懸命やろうって思って、本当に全力で、チラシを配りました、今日は。なので、まあ、サボろうと思えばいくらでもサボれるんですけど、なんか、だんだんやってるとすごいゲーム感覚になってきて、すごいもらってくれたら、すごい本当に嬉しくて、泣きそうになりました。本当に、結構おばさんとかおばあちゃんがめちゃめちゃ優しくてですね、あーって言ってもらってくれる人が多かったんで、本当に優しいなっていう風に、心から思って、涙が出そうになりました。本当に寒くて凍え死にそう、だったんですけど、本当に、優しくしてくれる人、もうたくさんいたおかげで、私も、どんな時も人に優しい人間でありたいなっていうふうに思いました。ということで、また頑張りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。コメントいつも嬉しいです。ありがとうございます。就活始めたよ。派遣会社何社登録したかわからない。メール大量来すぎて何が何だかわからない。頭パンク。もうやめたい。間違えて正社員中途採用の人材会社に登録しちゃったよ。職歴詐称した履歴書見て、これ以上職歴増えたら就職無理です言われたよ。絶望。20代中盤になると経験がないと難しい言われたよ。絶望。未経験で書類通過するの1割って言われたよ。大学の時ちゃんと就活してればよかった。ちゃんとした会社に入りたかった。手に職つけてればよかったぜ。後悔20代もう終わるぜ。今まで何して生きていたんだこの10年。息吸うて吐いてご飯食べて寝て生きてるだけじゃ生きていけないぜ。人生まだまだこれから頑張るぜ。